こんにちは、木之内です。今回の間取り添削は、うどんおばさんからご応募いただいた作品です。全面道路の幅が2メートルしかなくて、周りは2階建ての建物が密集して建っている敷地です。この敷地に家を新築して、娘さん親子と同居しようという計画ですが、残念ながら敷地が狭すぎて諦めつつあるということです。なんとかならないかということでご応募いただきましたが、条件は結構厳しそうですので、諦めないといけないところも出てくるかもしれません。まず計画の概要については、建築場所は香川県です。ご応募いただいたのはうどんおばさんさん、60代の方です。家族構成はご夫婦と娘さん、お孫さん2人の5人家族です。駐車台数は軽自動車1台ですが、可能なら普通車ということです。用途地域は大種住居地域で、建蔽率 60%、容積率 200% です。道路の幅が狭いので、容積率は 160% に制限されますが、2階建てでしたら影響はなさそうです。道路は西側で幅員が 2.1 メートルです。敷地周辺の状況についてはこう書かれていますので、書かれた間取り図を見ながら聞いてください。狭い道路に沿った古い住宅地で平地です。道路が狭いため大きな重機は入れないそうです。敷地の南側に幅1メートルの農道があり、2階建ての家が敷地いっぱいに隣接して、北側に境界から50センチ離れて2階建ての家が敷地いっぱいに隣接しています。東側にも1メートルの農道があり、林家の物置を挟んで母屋があります。図には東側の農道は使われていないと書かれています。西側に幅2メートルの旧道に面しています。ということで、周りは住宅が密集していて、東側だけが少し抜けているようです。それとこの道路はあまりに狭いので、実際に建てられるかどうかは注意が必要ですが、いくつかのハウスメーカーを訪ねておられることと、周りに住宅地が建っていることから、建築は可能なものとして考えます。ただ重機が使えなくて人力の作業が増えるので、コストアップになることは間違いありません。この間取り図はプロが描いたような図面ですが、ご自身でマイホームクラウドというウェブ上のソフトで作成されたそうです。60代でこういうソフトを使いこなすうどんおばさんはただものではない感じですよね。間取りを見ていきますと、道路の南寄りに車を駐車して L 型に建物を配置しています。玄関を入ると正面に階段があって、右手の東側に 6.1 畳と3畳の洋室、左手の西側に水回りで洗面、洗濯、収納、脱衣室、トイレ、お風呂です。トイレは脱衣室の奥にあります。この階段から2階へ上がります。2階は東側に 3.1 畳と 5.3 畳の洋室。5.3 畳の方はテレビが置かれていますので、リビングのようです。そして西側にダイニングとキッチンという間取りです。うどんおばさんの間取りの考え方を簡潔に1枚にまとめてくれました。間取りの考え方。自身の老後に不自由しない生活の場を1階に作りたい。トイレは横に開口部を作る。階段は手すりを考え、広めに緩やかに。寝る時間が増えた時に窓から緑が眺められる部屋。2階に LDK を作っても1階に小さな水屋が作れるなど、1階に LDK とお風呂とトイレと部屋1個を作りたかったのですが無理でした。孫たちがいつまで同居するかわからないが、広く開放的な LD でのびのび遊ばせたい。人目がない東面に少なくとも植木類を植えたい。悩んでいることとしては、若い頃に狭さまで考えずに購入した土地です。今はマンション住まいですが、今後の老後に向けて土地に接した暮らしをしたいとの思いと、娘の夫が長期の単身赴任で子育てと仕事を掛け持つ娘との同居もできる家が作れないかと考え中ですが、30坪でセットバックして28坪になる土地にいろいろと部屋を配置してみたのですが、南の日照も入れたいしと考えても狭すぎて住むだけの機能しか見えません。味気ない家しか浮かばない土地に諦めつつあります。ということですが、本当に諦めないといけない土地かどうか考えてみたいと思います。もう一度間取り図を見ていただきますと、4メートル未満の道路の場合、セットバックが必要なことはもうご存知で、2.1 メートルの道路の中心から2メートル後退させています。大変厳しい条件ですが、南側と東側にある農道はメリットになります。もう田んぼはなくなって構図上残っている状況だと思いますが、
法的な採光も取りやすくなりますし、建物をより境界まで建てることができます。窓については1階に LDK とお風呂とトイレと寝室を作りたかったと書かれています。残念ながらそれは叶わず、2階を LDK にせざるを得なかったということで、家づくりの意欲をなくしているようです。確かに将来的には高齢者2人の生活になることを考えると、少なくてもダイニングキッチンは1階に持っていきたいところです。2階についても LDK があるために、3人が暮らすには手狭になっています。ですので1階にダイニングキッチンを設けることを目指したいと思います。もし1階にダイニングキッチンが取れなければ、同居は諦めざるを得ないかもしれません。まず1階の床面積をできるだけ大きくしたいので、北側は境界から50センチ程度まで寄せることはやむを得ないと思います。南側も採光を諦めて境界いっぱいまで寄せます。逆に道路に面する西側は道路車線という規制がかかるので、もう少し後退させないといけません。敷地の周辺は南側の建物が境界いっぱいまで立っていて、1階の採光は難しいので、空間が抜けていて空が大きく見える東側に居室を配置します。西側の道路に寄せて水回りです。この辺りはうどんおばさんが書かれている通りで、大きなレイアウトは間違っていません。そして各部屋の動線を考えると、パブリックなダイニングキッチンを北側のこの辺りに配置して、ここから寝室と水回りにつながるとコンパクトに収まりそうなんですが、これは書いてみないとわかりませんので、少しお待ちください。それではできましたので見てください。こんな感じになりました。駐車スペースはこちらです。道路幅を考えると普通車を止めるのは難しいので、やはり軽自動車です。それでも車が南から進入する場合はいいのですが、北から進んできた場合、この南側の家のセットバックが完了していなければ何回も切り返さないといけません。この農道のおかげで1メートル分助かっているのですが、それくらいの車の奇跡になります。ここから玄関に進みます。正面に下足箱で、右側がダイニングキッチンです。一番奥が壁付けのキッチンで、その隣に冷蔵庫です。キッチンの背面は収納カウンターですが、部屋が狭くならないように高さは視線よりも低く抑えます。ここに家電や食器を収納します。階段の下も一部収納とします。そして寝室は小上がりの畳の間としてはいかがでしょうか。ダイニングキッチンは決して広くありませんので、ベッドを置いて寝るためだけの部屋にするのはもったいない感じです。フレキシブルに使える和室の長所を生かして、昼間はダイニングと一体のリビングとして、夜は障子を閉めて寝室として使用します。小上がりの段差を利用して収納を設けることもできます。畳の間の広さは4畳半プラス板の間です。実はここまで広げて6畳プラス板の間にすることができましたが、面積を増やすことよりも居心地の良さを優先して縁側を設けて植栽を植えることを選択しました。南面の日照は期待できませんので、東面に大きな窓を設けています。そしてこちらが水回りです。手前が洗面で、戸で仕切られた脱衣室、浴室、奥にトイレです。この階段から2階へ上がります。2階はダイニングの上部を吹き抜けとしました。周りが抜けている東面にバルコニーを設けて、
吹き抜けからダイニングに光を落とします。吹き抜けに沿って進むと、ここは当面リビングです。1階の収納が少ないかもしれないので、ここに収納を設けています。そして一番奥が娘さん親子の寝室です。この部屋は南からの日照が得られますので、この吹き抜けに面する壁は合わせガラスとして、ダイニングに直接光は落ちないですが、間接的に家全体に光を回します。お孫さんはいくつまで同居するかわかりませんが、大きくなって個室が必要になっても、この寝室を子供室2部屋に分けて、このリビングを寝室とすることも可能です。断面はこんな感じです。道路車線の規制ラインがあって、この車線は軒沿いにもかかるのでご注意ください。この吹き抜けのダイニングは動線的にも視覚的にも各部屋につながる家の中心になります。ですのでここはできるだけ居心地の良い空間にしたいところです。吹き抜けからある程度日照を得られると思いますが、念のため日照シミュレーションをしておきます。これは1階の畳の間からダイニングを見たところです。一番条件の悪い冬至の日にこれくらい日が入ります。朝の7時から8時、9時、10時、11時、朝食の時間から昼前までは十分な日照が得られそうです。午後は直接の日照というのは難しいですが、間接光で明るさは十分です。これは2階の寝室からダイニング上部の吹き抜けを見たところです。このガラス面から朝の光と、寝室には南面の窓もあるので十分な日照を得られます。そしてこの吹き抜けからはキッチンの様子を見ることができますので、お孫さんは部屋にいてもご飯を作っているおばあちゃんをいつも近くに感じることができます。お母さんが留守でも安心できるのではないでしょうか。小さな家でもあえて床面積を減らして吹き抜けを作りました。そうすることでたとえ小さくてもより豊かな空間ができるのではないかと考えるからです。床面積を最大限とってホテルのように各個室が並んでいて、食事の時だけ顔を合わせるような間取りにしないことが大切だと思います。それと小さな空間をできるだけ有効に使うには、ある程度造作工事で作り込みたいところです。キッチンの背面の棚や階段と取り合う収納とテーブルを高価な材料ではなくていいので現場で製作したり、小上がりの畳の間の障子を壁の中へ引き込んで、小上がりの段差部分に引き出しを設けるとピタッとはまって空間が生きてくると思います。いかがだったでしょうか。小住宅こそより丁寧な設計が必要になります。今回の添削で少し可能性が広がって、うどんおばさんさんの家づくりの意欲が復活するきっかけになることを願います。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。